切り立った岩の隙間を埋めるように建てられた奇妙なお堂。中に一歩足を踏み入れるといくつもの謎の岩穴があり、そこに何体もの石仏が並ぶ異質な空間が広まっています。ここは埼玉県屈指の不思議なスポット。腰をかがめないと入れないような岩穴もあり、ちょっとした冒険も味わえます。しかしこの穴と石仏の異様な数、ここは一体何のために建てられたのでしょうか。そもそもなぜこんな険しい場所にお堂があるのでしょうか。今回はその謎に迫ります。ここは埼玉県比企郡吉見町にある岩室観音と呼ばれる観音堂です。どうやら階段を上った2階部分が本堂になっているようです。早速上がってみましょう。ここが本堂です。周辺の地域が見渡せてとても眺めがいいですね。そして正面にあるのがご本尊。目の前には柵が設けられ厳重に管理されているようです。表面の作りから察するにかなり歴史深いもののように感じます。このご本尊の謎については後ほど探求してみましょう。実はこの観音堂には少しユニークな願掛けがあります。それがこの折り紙です。この折り紙、般若心経が書かれた折り紙なのです。この折り紙で鶴を折って奉納すると願いが叶うと言われているんですよ。そして岩室観音にはこのような面白い場所がもう一つあるんです。それがお堂の奥にある岩穴です。切り立った崖の中腹にあり、鎖場を登っていく必要があります。高さはそれほどありませんが、鎖をつかみながら進むのはスリリングで冒険心がくすぐられます。登りきると人がかがんでようやく通れるほどの小さな岩のトンネルが顔を出しました。ここをくぐり抜けると子宝や安産、子育てに関する願いが叶うとされているんです。古来日本人はこのような岩穴を神秘的なものと捉え、くぐることで生まれ変わるような願掛けを行ってきました。ここもその一つです。岩室観音の岩穴をくぐることで安産や子宝に恵まれると言われています。全国各地に似たような場所があるので、そういったスポットを探して巡るのも面白いかもしれませんね。それにしても、なぜこんな岩場にわざわざお堂を作る必要があったのでしょうか。実はこんな場所だからこそお堂ができたようなのです。その歴史を紐解いてみましょう。歴史は江戸時代よりもさらに昔、平安時代にまで遡ります。伝説によると、真言宗の開祖である弘法大師空海がこの地を訪れた際、この岩穴を気に入って瞑想を行い、自ら観音像を彫ったとされています。そしてこの場所を岩室山と名付けたのが岩室観音の始まりです。空海といえば、悟りを開くための瞑想を主体とした当時最新の密教を学び、日本に真言宗として広めた偉大な人物です。
実際に空海本人が訪れたかどうかは諸説ありますが、確かなのは空海の教えを受け継ぐ弟子荒野聖らがこの地を訪れ信仰を広めたということです。世界史で言えばバイキング時代が始まった793年の少し後の時代、平安時代がいかに古い時代かお分かりいただけるかと思います。このお堂ができた理由は、その空海が彫ったとされる観音像が現在も残っているからです。それが先ほどのご本尊。厳重な柵で守られているのもうなずけますよね。平安時代から現存するものを直接見られる機会は日本でもそう多くありません。そんな古くに彫られた観音像が現代まで残った理由は、空海の弟子たちが守り抜いたからだけではありません。実はここが地政学的に極めて重要な場所に位置していたことも関係しています。その立地がよくわかるのが航空写真です。この場所を見てみると、西側には天然の堀となる川が流れ、東側は山になっています。つまり山の上に城を築けば防衛に圧倒的に有利な土地なのです。岩室観音はその山の崖面に建てられていました。この立地が結果的に本尊を現在まで残すことにつながっていくのです。その歴史は鎌倉時代に動き出します。この地が鎌倉幕府の支配下に入ると、武蔵武士と呼ばれる侍たちが館を構え、防衛の拠点とするようになりました。というのも、吉見町のすぐ近くには幕府にとって最重要街道の一つ、鎌倉街道上津道が通っていたからです。上津道は京都へと続く東山道とつながるため、敵対勢力が攻め込んでくる可能性が非常に高いルート。さらに吉見町周辺は上津道が南に角度を変え、鎌倉まで一直線となる急所でした。敵からすればここを突破すればあとは南下するだけ。だからこそ武蔵武士たちは岩室観音の東側の山に館を建て幕府を守ったのです。館が建てられたことで岩室観音もその敷地内に取り込まれ、より強固に守られることになりました。しかしそれが同時に不幸を呼び込むことにもつながります。戦国時代の到来です。各地域の武将が力をつけ合戦を繰り広げた時代、この場所も戦乱の渦に巻き込まれます。この頃になると、かつての館は本格的な城へと進化していました。武蔵松山城と名付けられたこの城は、激しい城攻めを幾度も受け落城を経験することになります。そして1590年、全国統一を目指す豊臣秀吉の軍勢と関東を支配する北条氏との間で激しい戦いが起こります。北条方はこの城で防衛戦を展開しますが、豊臣の大軍の前に要して城は焼失。その戦火は巻き添えとなる形で岩室観音にも飛び火し、お堂は焼け落ちてしまいました。しかしここで奇跡が起こります。すべてが灰になったと思われた中、空海が瞑想したとされる岩穴の奥までは火が回っていなかったのです。そう、あの観音像だけは戦火を逃れ無事だったのです。その後江戸時代になり、世の中が平和になると、空海を信仰する人々によって1661年から1673年の間に再建が行われました。それが現在見ることができる岩室観音のお堂です。この建物には京都の清水寺などにも見られる掛造りという珍しい建築様式が用いられています。崖や急斜面に建物を建てる際、長さの違う柱を何本も立てて床を支え、建物を空中にせり立たせる手法です。一見すると2階建てのように見えていたこのお堂ですが、実は1階部分とされていた場所はただの足場だったのです。
そう考えると、このお堂がいかに特殊な場所に建てられているかが実感できますね。そしてこの再建の際、新たに88体の石仏が設置されました。それがこの場所です。岩穴の中にずらりと並ぶ石仏の数々は、どこか幻想的で空気が張り詰めているのを感じます。実は88という数字は日本人にとって非常に意味深い数字なのです。これは四国88カ所巡礼、いわゆるお遍路を想起させる数字として古くから知れ渡っており、88という数字には因果関係があるとする考え方から、この88体の石仏には四国巡礼の意味が込められています。そしてここを参拝すればお遍路と同じ効果が得られると信じられているのです。そもそもお遍路とは、四国にある空海ゆかりの88の寺院を巡る旅のこと。もともとは空海を慕う弟子たちがゆかりの地を巡り修行を行ったのが始まりです。それが次第に道となり、巡拝そのものが民衆の信仰へと変わっていきました。ではなぜ信仰へと変わっていったのか。それは人間に存在している88の煩悩を修行の中で消し去ることができるとされていたからです。煩悩が消えることで不安や悩みが晴れ、心身が健康になる。そこから病気が治ると解釈され、さらに発展して商売繁盛や先祖供養など人々のさまざまな願いを叶えるものへと変わっていきました。さらに現代では死者との対話ができるという思いで巡る人も多くいます。その背景にはこの修行に隠された空海の精神にあります。道行二人という言葉を知っていますか。真言宗の中には亡くなるではなく永遠の深い瞑想に入る入定という考え方があります。空海の最後は亡くなったのではなく入定し、今も人々を救うために全国を巡り歩いているという考え方があり、つまりお遍路を行えば生きているお大師様空海がそばに来てくれるという信仰が修行僧の中にありました。この信仰が大衆に伝わっていく中で、お遍路中は常に隣にお大師様がいてくれるという考え方が少しずつ変化し、亡くなった大切な人がそばにいてくれるイコール死者との対話ができるという祈りへとつながっていったのです。簡易的にお遍路ができる場所は全国に様々ありますが、これほど空海と縁が深く、参拝するだけで同じ功徳が得られるとされる場所はそう多くありません。険しい岩場に身を寄せ、戦乱の火の粉を潜り抜けた岩室観音。平安の昔から激動の時代を生き抜いたその姿は、今でも静かに人々の祈りを受け止めています。自らの足で岩穴を歩き、間近で歴史と信仰の息吹を感じられる全国でも珍しいお堂。神秘的な冒険と心静かな祈りの時間を体験しに、皆さんもぜひこの場所を訪れてみませんか。全ジャパンでした。また次の動画で会いましょう。